すげえおしゃれだ。すげえ。こんばんは。大和僕らのお時間です。今回はですね、2000年の歴史があるヨークという町に行ってきました。ゴーストツアーやバイキングについて見てきたので、お楽しみに。それでは本編どうぞ。どうぞ。おはようございます。おはようございま今日はですね、す。こんな重装備ですけども、じゃんじゃん。どこに行くかと言いますと、どこですか？ヨークという町らしいです。なんかなんだっけ、バイキングとか、バイキング時代栄えたりとかですね、結構面白い町なんだって。でここは昔私がおじとおばに初めて会った場所なの。思い出の場所なの。そうなんだ。そうで、おじとおばが我々にこの旅をプレゼントしてくれました。ありがたいね。ありがとうミニハネムーンを楽しんでおいでと優しいね。優しい、超優しい。なので楽しんできます。行ってきます。駅に着きました。今回は余裕を持って10分前に着きました。素晴らしいね。学校通ってる時はマジでギリギリで走ったりしてたけど今日は余裕です。3両編成。短っ。マジか。風もあるね。ね。一つ目の乗り換え駅に来ました。ピタバラです。ピーターバラ。ピタバラ。電車に乗りました。あとは乗ってるだけでよくね。みんなついてる。あ、オッケー。すごい。ヨークに着きました。すごい。ね。広い駅。ね。なんかかっこいいね。歴史を感じる。おしゃれ。おしゃれだ。すごい。レンガじゃん。ねえ。すげえ。私前小学校の卒業旅行でイギリスに来たんだけど、ああ、言ってたね。その時バスだったの。だからあ電車じゃなかったの。あ、なるほどね。だからね、この中は初めて。へえ。すごい、なんか上がオープンだ。バスすごっ。あんなんあるんだ。見て、ローマ時代の城壁。へえ。すげえな。おしゃれ。おしゃれですね。すごいね。ほとんどの建物が中世に建てられたものなんだって。すげえおしゃれだ。ね。おお。見て川だよ。ね。鳩もおしゃれだ。なんか。なんで？I don't know what my electronics are. 素敵だね。めっ
ちゃいいね。すごい海外に来た感ある。これから何をするかと言いますと、チェックインをとりあえずしに行きます。はい、宿に到着しました。めちゃめちゃ真ん中だね、街の。ね、ど真ん中だどね。真ん中だね。これはいろいろ回れるぞ。ね、すごい。外観もかっこいい。こんな感じ。じゃあ部屋に入っていきましょうか。はい。荷物を。チェックインはまだできなかったんだ。でもね、チェックインはオンラインでしてるから。部屋にまだ入れなかった。そう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 、部屋にはまだ入れなくて、荷物だけをとりあえず預けました。4時からだって、で早く入れるようだったら電話するねって。あ、オッケー。で、じゃあブラブラしますか。うん。お昼ご飯探しながらそうだね。旅しようか。すごいよ、茶室。ね、目の前茶室なんだけど。ここは結構有名な。そう、ティールーム。すごいね。めっちゃ並んでる。ね。ここは明日の朝に行く予定です。はい、楽しみです。今ね、シャンブルズに向かってます。なんか有名な通りがあるんだよね。そう、ハリーポッターのなんとか横丁、ダイヤゴン横丁。ダイヤゴン横丁のモデルになったところ。そうなんだ。うん。本当に。すげえ。さあ、なんかちょっとさ、ベネチアの裏通り的な。そう裏通りを思わせる。うんけどなんかやっぱ建築がめちゃめちゃイギリスだね。ね。この段々になってる感じとか。なんか2階の方が出っ張ってるね。そうそうそう、2階3階で出っ張ってて。で前イギリスに住んでた時にちょろっと聞いたんだけど、んお手洗い器にしてたから、それをね上からジョボーって流してたらしい。マジで。真偽は確かめてへえ。また掲載する。入る。左。ハリーポッターのお店があります。ハリーポッターのお店。タイトがね、買いたいって言ってた。ハリーポッター好きだもんね。ハリーポッターは好きだよ。あ、これ飲むやつだ、水。ね。ダンブルドア先生の。飲んで苦しむやつ。かわいそうな。チスだ。すごい。これだいぶちっちゃくされてるね。すごいハリね。ポタのメガネ。杖も売ってるし。すごい。ベラトリックスが使ってたナイフもある。知らないな。1万2、3000円。すごい。すごいね。He lives in my heart. すごい。ね。Of course. Middle deaf ear. This swirl. ね。なんかが今ガレットを頼んでくれました。変えた。緊張した。なんかね、名前が英語じゃなくてちょっと発音が難しかった。久々に英語で知らない人と会話するから緊張して喋れない。4年ぶりだもん。楽しみです。街です。すごい。すごい。めっちゃいい匂い。
ちゃ美味しそう。超熱い。こへっちがねソーセージ、辛いソーセージとこっちがラム肉。大丈夫か？食べます。いただきます。うまい。ミントとラムネめっちゃ合う。タイカのはピリ辛ソーセージ。いただきます。生地も美味しいよね。サクサクでうまい。本当？よかった。なんかこの玉ねぎも酸味あってめっちゃうまいわ。めっちゃうまい。食べ終わって今度はカフェに来ました。今夜はねもうお腹いっぱいになるねってことでランチだけにしてケーキとコーヒーと食べることにしました。これねレッドベルベットケーキって言ってどういう何で作られてるかは分からないけどイギリスでよく見るの。美味しいんだよ。食べてみて。いただきます。この白い部分は何だろう。クリームだよ。甘い。めっちゃうまい。美味しい？好き？何の味かわかんない。ベリーっていう名前だっけ？レッドベルベットケーキ。なんで赤いのかはよくわかんない。わかんない。でもそのベリー系の味でもない。見つけました。ずっと探してた13年前に大好きだったネズミの鼻がこうやって長くてワンちゃんたちみたいなぬいぐるみを買ったお店なの。ここが13年前。そのぬいぐるみ私のお家が火事になっちゃった時に枕元に置いてたのに連れてくるの忘れちゃったの。あるかな？あるかな？見に行きます。奇跡は起きませんでした。なかったです。残念。残念。もうね超ブサイクって言ったらあれだけどぶちゃかわで可愛いの鼻がこんなに長くて鼻先にピュッてついててかわいそうに。残念。大好きだったのにな。And this man, police officer, walked by here one day. Said there's flies coming out, flies. Yeah, flies. And the flies came out. All right, Thank Sam. you. Yeah, all right, Sam. 何だったの？なんかねここで何が起きたかっていうのも教えてくれて、それが本当かどうかはまずちょっと調べないとわからないんだけど、そこのね外にハエがめっちゃたかってて、めちゃめちゃハエがいたのね。である警察官がそれを見てなんかおかしいぞと思って中調べてみたら、300人死んでたみたいな。でなんか誰っていうのは分かんないんだけど、女性とか子供を、殺害して遺棄してたんだって。そこでトータル300人見つかったって言ってた。マジで？でなんか誰かは嘘をついているけど僕は本当のことを知ってる、なぜならお父さんが教えてくれたからみたいなことを3、4回繰り返して教えてくれた。どうなんだろうね。
謎の人ワンチャンこの後のホラーツアーで回るかもね。ね。それが本当だったら、ね。突然話しかけてきたおじさんそう、もう突然だったね。ね。あ、すごい。これすごいよ、この建物。見て見て。わあ、すげえ古そう。ね。めっちゃ古そう。すげえ。すごいね、全部古そう。木がもう古いもんね。ねえ。そこら辺も。このね、だんだんとなってるのが古い建物の印。ああ。1階の方が奥にあるみたいな。なるほどね。1700年って書いてある。どこに？あ、本当だ。ってことは300年前。300年前くらい。3から4世代。すごいね。ということでチェックインの時間になったので入りたいと思います。すごい。すごい。すごいね。何この部屋。ね。やば。すごい。すごい。金が置いてある。やばい。あ、金だ。ゴールド。すごい。刑務所的な刑務所的なイメージ？かも。そうかも。なんか刑務所なあれがあるよ。本当だ、刑務所な写真があるね。面白い。あ、ここもだ。めっちゃおしゃれ。すごい。すごい。荷物は入れといてくれたんだ。あ、本当だ。いいね。エアコンは三菱電機です。さすが。へえ、すげえ。ここ予約してくれたジアに聞いたら、ここは金庫をモチーフにした金庫部屋らでした。しいです。だからゴールドとかあるし、その金庫泥棒がいっぱい書いてある。だからここは金庫です。ちょっと調べたんだけど、これ実際の新聞らしい。ガチ。そのレプリカかわかんないけど、内容は実際に起きたらしい。ガチで。なんかね、1970年にイギリスも史上最も有名な事件の一つで、ガチで、そうなの。グレートトレインロベリ強盗だね。ー。あ、そうそう。あ、やめて、恥ずかしい。これを書くね、画角を決めてんの、こうやって。なるほど。目を1個閉じると 3D じゃなくて 2D になるの。だからこういう建築よりも、こういうのイタリアにいっぱいあるから、こういう建築の方が描きたいかも。ああ、なるほどね。明日はそこら辺に座ってこれ描こうかな。でもこれが邪魔なんだよね。ねえ、もったいない。なんか別の描く。むずいね。でかいね。バカでか。で、これからゴーストツアーで行きます。ゴーストツアー。まだ明るいけど。ゴーストツアーって聞くとなんか幽霊が出てきてみたいな感じだけど、簡単に言うと有名な心霊スポット巡りみたいな。This is the world as far as Britain is concerned 2,000 years ago. This is what is called the Roman Empire. Now you'll notice Japan isn't even on there.
We don't even know about Japan. Of course, We- it's too far It's away. too far away. We'll get to it later when we get to the Vikings. Okay. But that is the Roman Empire. これがローマ帝 Britannia. 国ブリタニ Awful, awful, awful place. It is cold. It is wet. It rains here, and everyone around here wants to kill you. Even famously, the ladies. Really? Oh yes. ア女性がうん仕切ってたんだって、へえそうなんだ So it is 2,000 years ago when a Roman army turns up here. ここにローマ帝国の軍 This が is a big forest. Nothing here at そう all. 森だったんだってへえ This building right in the middle called the Principia, and it should be right here. It should be right here. We're stood about here at the あ moment. 今ここら辺にいるんだって、へえ Now, later on, when the Romans were here, the Romans ruled Britain in the north from here, from this place. ここを中心にして、ローマ帝国が仕切ってたらしい、へえ Power too. 力のシンボルだった、In the 1960s, they were digging underneath here. Underneath? Underneath, yeah, Underground? underground down there, Oh, wow. about 50, and they found the remains of this old building へえ down there, lying on it, not like this, but lying on its side. One of these columns that's fallen over. No. They brought it out. Here it is. えこれ横にね横たわってたんだって。あそうなんだ So if we were stood here 2,000 years ago, you'd see about 40 of these. で40個ぐらいこれが本当だったら並んでたはず。 This is the history of the north. It starts with the Romans. It's been here ever since. All roads lead to Rome. All roads will lead back to Rome. Well, that one doesn't. That one doesn't. That one certainly doesn't. That goes to Scotland. Rome is that way. It's quite a walk. Yeah, I can and imagine. there's a bit of a swim as well. But it is that way. あっちにローマがあるんだって。すべての道がローマに通ずるっていう言葉があるんですよ。 So if I show you こっちなんだって。 here, まっすぐ行って海越えるとローマがある。へえそうなんだ you can see as they're walking down this kind of clearing in a forest. There it is. yes. And that today is Stone this. Still here. So it's been once a day we had walls and all these sorts of things on there. Today it has shops on it. But it's always been this idea. We've been using this street every single day. So I want you to remember this later. The world's most famous ghost story. That way. Now we're going to walk out this way. We're going to go and see it later on. Come out this way. I'll later translate. Sorry. あっち側はローマに通ずる道だから、いいことがいっぱいなホリデーとかさ、休みとかに向こうに行く、こっちは仕事だから軍隊だから、全部悪いことはローマの逆側で起きてるんだって、へえ向こう側、そうなんだそれを覚えておいてって。うーんわお。レイアウトとかは変わっているけど、あとねお店とか建物が潰れて新しいのが作られたりとかはしてるんだけど、道はいつもこれだったんだって。へえこのままなんだそう道路とかはほとんど変わらずにローマ時代から2000年残ってるらしい。へえだからここを昔の人たちも交通として使ってうた。ーんあと川が挟んでたじゃん。うんそれはディフェンスのためだったんだあって。なるほどねそうでしかもその川を、うんなんていうんだっけ物を運んだり流通にも使ってたりとかして、だからここが栄えたんだって、へー川を通じて物を運べる。なるほどね There, that's Hadrian's Wall, King's Landing, that's London. But you have Winterfell, the key to the north. Welcome to Winterfell. This is it. This is the place. And that gateway used to be the only way in and out of the town. Nice and easy. There's lots of ways. We have cars. It's all very modern. But historically, yeah, this is just the one way you can get into the city. こことか、ゲートだけを通って昔は入れてたから、入れる日もあったり入れない日もあったり、ここでバトルが繰り広げられてたり、ゲームオブスローンズで、なんか北の戦いがここだったって。You wouldn't like to be based here if you're a Roman soldier. ローマ帝国の軍隊が派遣される最も嫌な場所だったんだって。寒いし雨降るしご飯美味しくないし、ここに派遣されたらもう最悪ってあそうなんだだったんだって。で400年続く。
wooden wall, 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 and then the new stone wall that goes in today. ロ Of course, yeah. ーマの壁、うん木製木製木製でやっと、うんフランスから来た人たちで、うんこれができたんだ。へえ、そうなんだ。 A religious building Okay. full of monks, and their job is to pray for certain things. There's a lot of money in. Oh, you want this? Oh, you have to pay. Okay. Thing, unfortunately. She's also meant to haunt another part of the building through there. And she's seen just to walk through the walls Walk here. like this. And it's the ghost of a teenage girl in very high status dress. ここで、うん女王の姿がこうやって目撃されたのが250年前、もう亡くなってるんだよ。へえ。亡くなってる女王の姿がここを通ってるのが見られた。うんなぜかっていうと、浮気をしちゃったわけよ。うんで王様の奥さんじゃん。うんで怒った王様がうん首ちょんぱしちゃったの。なるほど。で2番目の奥さんだったんだけど、うん首ちょんぱした 2番目の奥さん、6人奥さんがいたんだけど、うんこのヘンリー8世っていう人がここで目撃されうーた。ん。 So you look when you get home, see if you see any ghosts of her when you get back. Kate used to go to the toilets, land down here. Oh. This is it, it's the cesspit. So not the nicest. The school children love that. They go, oh wow, it's the toilet. So yeah, who'd have fallen out. へえ。ある人がね、うんワンちゃん飼ってたんだって、うんもうそれよく吠えるから嫌いで、うんなんだっけ、囲んで、うん生きたままうん殺しちゃったんだって、えそのままうんで、掘り起こされて見つかってちゃんと埋葬するまで、うんどこにもいない犬の鳴き声。鳴き声が聞こえてて、めっへえ。ちゃ悲しくない？ Yeah, sad that one. Oh, that's the only one. Oh, leave the dog alone. ここはうんみんな日曜日とかに集まって友達とお話ししたりする場所だったみたいなの、うんでその時にある女性のところに、うんこのすぐそこね、壁の向こう側、うんある女性のところにうん男性がやってきて、耳元で何かささやいて、うんこうやって逃げるのね、うん追いかけよう、女性が追いかけてこうやって逃げるの、うんでそこに入っていったら誰もいなくって、うんどこ行ったの？でその女性は倒れちゃうんだ、うん倒れちゃうの、うんパタって、うんでその友達が追いかけて男性を、うんそしたら消えてて、あーで大丈夫、どうしたのって言ったら、うん私の弟なの。でも弟は海の方で働いてる船の上の船の人うん。で、姉のところに別れを告げに来たの。死んじゃったんだ、そのタイミングで。そうで、その数ヶ月後に手紙が届いて、あなたの弟は亡くなりました。 He's 17 years old. His name is Harry Martindale, and he's working in the basement of that building down here. Now I'll show you exactly where this building would have been. Actually, you can see these two doors up here. It's the second door on the left. And the basement is underneath that. ここに、ここが一番最初に暖房設備が、入れられた建物なんだけど、暖房設備のパイプとか、マシンとかをどこに置くって言ったら地下なのね。17歳の男の子が地下を掘れって命令されて、地下を掘って作られたのがこの2番目のドアの下に地下を作ったわけ。This is it. So this is it, and then it's kind of underneath this right there. And he starts to hear in the distance. He's uncovered on this channel some stone, about 10 feet down there. It's, oh no, I'll have to chisel out that stone. And then he starts to hear like a trumpet, sort of like a bugle, this sort of loud noise. And he's looking around. He can't work out where it's coming from. And then he's up some ladders about this far away. Out of the wall appeared a human head. Human head. Human head. Head. And the way he said it was like not like a ghost or a hologram or something. It was a human. Human. And this guy, he had a beard, and his whole body came out of the wall. And Just the head. no, he body. started with the head, and then the body came behind it. So it's almost like he was leading from the front. Okay. And then he sees an entire human being comes out of the wall, dressed in green, not in red. He had a beard, had a round shield.
and he looked kind of, as we're describing British, like knackered, tired, like forlorn, not happy. Comes out of the wall, and behind him came a pack horse, and about 20 more soldiers walking behind them. He went running up the steps here, bumped into the manager of the house. As you do. Oh, you do? As you do. And the manager of the house famously said to him, "Oh, you look like you've just seen the Romans, the Roman ghosts." That's the first thing he said to him, because he said this man looked shocked, surprised. I'll let you translate it. The way he just said this is there were two little girls who used to live here. They saw these funny men in the basement. Yep, they did. There was a fancy dress party here. Odd about it, it's two things. It's very down to earth. But secondly, it's what he's getting wrong, because he's not describing Roman soldiers. Roman soldiers famously, oh yes, they dress in red. They don't dress in green. They have these shields, these kind of scutum shields, sort of rectangles like that. And Roman soldiers are famously clean shaven. All right. There is a word for a man who has a beard in the Roman world: barbarian. That's what it means. You know, like that has Western Europeans, yeah, because they've got beards. Yuck. So yes, it is the, oh yeah, man with a beard, yeah, barbarian. Yeah, and that's what he saw. So now, what started happening here in northern Britain? We found out new things about the Romans. When we see them in the movies, they dress in red. But actually, and we didn't know this at the time, but actually here, they did dress in green. No! We didn't know that. When he saw this, we didn't know that. They used round shields. We didn't know that in the 1950s. And they probably had beards. Why is that? It is cold here. Why don't you have a beard in Libya or in Sicily? Well, because, you know, it's still, this is Britain, it's cold. So it turns out this 17-year-old apprentice plumber is describing perfectly how the 9th Legion were actually dressed. In the 1950s, when nobody knew this. All 6,000 men here, gone. Gone. Just gone. The Roman Legion here is just gone. Now, what we actually think, we don't think they went. What we think happened here was like guerrilla warfare, you know, so many of them died and we think they were merged at some point. We don't know. そのローマ帝国の人たちが6000人ここに駐在してたよって言ったじゃん。その6000人消えたんだって。その後の行方を知る人たちが誰一人としていないの。マジ？今知ってる、今言われてるのは全部仮説、説であって、事実は誰も知らないわけ。でもちろん何が事実かっていうと、この地下にローマ人の道があったよねっていうこと。でいろいろさ、このローマ帝国の話とかがネトフリであると思うんだけど、最後の事実がここだから、ここが、舞台として描かれることが多いんだって。そうなんだ。そう、ここまで分かってるから、その後はもう仮説よ。So that's the old, that's the old Roman wall, right? こんな感じだったんだって。ローマのがここで、その上に中世の壁。これがローマ、これが中世。そうなんだ。これがローマで上、これが中世。そんな感じでレイヤーになってる。I'll show you exactly where we are at the moment. So if I fly down to see, I think it's Old Walk, isn't it? Old Walk. There we go. Flying through, and you'll see this massive, great army base, and then one corner. There we go. Just that bit. That bit's there. So you can see where you are at the moment. And it's the lower bit. That's the Roman bit. And then these people are walking on. Again, wall, getting bigger, and then we build that. So it's had this legacy ever since of this place. You know, it's where everything happens. It should be a lovely big gateway right here. Now this is where traders, merchants, and they make this place rich. It becomes the world's biggest Viking city in one generation. So I always love it. バイキング結構みんなから好かれてるんだけど、なぜ好かれてるかっていうと、クリスチャンと違って別の宗教と会った時も、私たちペイガンだけどあなたたちクリスチャンなのね、別にそのままでいいよみたいな感じで、そのままでみたいな、すごい平和、日本と一緒だね、あなた私みたいな感じだったわけよ。だからみんなが好きで、しかもさっきのあれを地図を見たら分かると思うんだけど、めちゃめちゃそのトレード、貿易が盛んな
戦うよりも貿易しようよっていううーん族だったわけよ。だからこの町にすごいお金をもたらしてあーバイキングの一番大きな町になったわけへえで、その1970年代初頭にうんここでちょっとパブに行って酔っ払った女の人たちがうんここで戦いを見たんだって、うーんそれが何だったのかは分かんない。へえそうなんだでそこに門があるから起きるんだったらここなの。うーん Thank you. No, no worries. Why so much of the medieval framework? 貧乏だったからこのままなんだって。へえ500年間貧乏だったの。えここ変えられなくて、なんあか新しいの建てられなくて残っちゃったあ。へえそうなんだ So there is a famous story of a headless man, headless ghost, you know, classic ghost story. That have very famous nobleman of the north, and we just head down here. Oh, sorry, guys. And we'll come back to that down here. Now, this is called Witmar Watmar Gata. Whitmar Witmar Watmar Gata. This is the street where the women come from the punishments. Punishment? Punishments, yeah. Now, the punishment for the girls is slightly different to the boys. So, effectively, almost like the whipping street. It's where the girls come for punishment. Now, women in medieval Europe have a dreadful time. Really dreadful time. So, ね、魔女狩りはなかったんだけど、うん女性がうん旦那さんを殺害した場合、うん火あぶりうされてたんーんだって。そうなんだで、このウェッパンウォッパンゲートっていうこうんこは女性がうん罰を受ける場所だったって。へえここうん、この短いここ。へえ we need to explain why it's good. So the Romans turned up here, and the Romans speak Latin. And Latin for forest of yew trees, Eboracum. In the English moving, hello, we moved in 50, hello, jolly nice to meet you all. And we changed it to Edda Fodder Wick. Edda Fodder Witch. The Vikings move in, and they shorten it to Jodvik. Jodvik. It's that, but just shorter. Now, why do they shorten it? Because the Vikings, what do they like to do? Drink. Oh yeah. Where do they all go? Where do we all go as Vikings when we go? We go to Valhalla. And what is Valhalla? Oh, it's a pub. Pub. It's a pub. That's what it is. It's somewhere warm. There's enough to eat. There's enough to drink. That's it. Built on top of it. Very, very great. これ作り直された教会なんだって。これが本当の昔の1000年前の教会。へえ And it's right. It's not well built. Because when they built the stone one later, you see it's kind of falling over. Yeah, yeah. This is England's second city. Many of the Jews were killed. The head of the Jewish faith, his family was burnt alive in their own house. ユダヤ人がうん虐殺された歴史があるのここでもう。ーん That wooden tower that used to be there, so we stood about here. So there should still be a lovely wooden tower there. もともと木造だったんだって。へえ Now, there isn't, and the reason there isn't is because that wooden tower burnt down. 150人のユダヤ人は、クリスチャンになるぐらいだったら自死するって言って、あそこで自死したんだ。へえそうなんだ And it still would have been, still considered to be the most horrific act that's taken place in the city. What do you guys do back home? A job? Yes, yeah. We do YouTube. Oh, really? Oh, We're what's also artists. Oh, really? He's a photographer, Oh, wow. I'm a painter. Oh, So fantastic! So you've got your own channel. Artistic, yeah. Oh, yeah. great! Oh, you have to tell. So you have to tell me where it is. Yeah. I'm very much not an artist. Yeah, yeah. yeah. Oh, yeah, yeah. Not musician, not art. Nothing visual. Yeah, musician. But Wow. not, oh no, no, no. No, But I can't music do is art. Music is art, but Yeah. I don't do art. Yeah, because art, no, anything. So yeah, back up there for 5 minutes. Okay. Brilliant, Thank you lovely so to meet you. much. Thank Safe you. Have a travels. lovely evening. You too. Bye bye. というわけでですね、今どこに向かっているかと言いますと、おすすめしてもらったバイキング風のうんパブ、へえ酒飲みに行きます。はいよありましたバルハラThank you 君にはレモネード。 Thank you じゃーん。
私はねローカルのハウスジン、うんここのジンがあって、んローカルですかって聞いたらローカルですって言われたからそれにした。いいね。ジントニックします。いいですか。いいよ。うめえ。うまい。美味しいジン、華やか。チミのバカデカレモネード。でかっ。うん。うまい。美味しい？甘さちょうどいいしあ、。本当？頼んでたチップスが来ました。全然15分できた。ね。味付き。あ、サルーティ。いやっちゃう。ただきます。はい。うまっ。酒のつまみだ。いいね。なんかね、甘辛いスイートチリソースあがあってめちゃめちゃ美味しい。あ、いいね。ピリ辛。ゴーストツアー面白かったね。面白かった。なんかちゃんと歴史とマッチしてるところをただ見たよだけじゃなくて見たし歴史とも合ってるんだよっていうところを回ってたからなんか説得力めちゃめちゃあった。ね。面白かった。初めてのヨークだけどどう？面白いね。ちゃんと歴史が残ってるし。やっぱ解説っていうかああいう人と一緒に回るとより知れて面白い。そうだよね。解説付きで回れるとね面白いよね。最近だとねモバイルツアーみたいな感じで携帯でここがどこに行ってこういう説明だよみたいな、あるんだけど今回の予約するときに、モバイルツアーっていうのもあって面白いなって思ってて、いつかそれもね、どっか別のところでできたら面白いって思ってね。そうだね。なんかどう？前に来たのが小6と中1の間なのよ。だから何が何やらって感じ。もうあんまり覚えてないし13年前だから。あれ小学校の英語の先生がここ出身だったの？ここってわけではないけどイギリスの人だ。そうでね、小学生行きたい人だけ集って全部先生の責任で回るツアーでめちゃめちゃいい先生だったのよ。でその後ちょっといろいろ危険っていうことからもうジョージの年からやってないのよ。私が最後の年だったの。2つ年くらい。2つビアンカの後。2年ビアンカの後ってか私が最後の年だったの。あ、そうなんだ。そうジョン先生っていうジョン先生がツアーをする最後の年だからね、ジョン先生のお父さんとかにも会いに来たわけよここで。面白いよね。何人くらいで回ったのその時？いやもう覚えてないな、結構いたよ。あ、そうなんだ。20人以上かな。めっちゃいた。でそのジョン先生のお父さんに会ったり、あと幼稚園に遊びに行って、イギリスの子供たちと折り紙して遊んだり。楽しそうだね。貴重な経験でしょ。もうめちゃめちゃいいツアーをね作ってくれたの。最高だったよ。何泊したの？1週間くらい？どうだったかな。結構したはず。2、3日とかじゃもちろんない。もうぎっしり。すごいね。今度日本一周でね、鹿児島戻るときにね、いたらいらっしゃったら連絡して会いたい。いいね。またヨーク行ったよってゴーストツアーしたよって教えたい。楽しかったな。今日はまだ明るいですがもう9時前なのでお疲れ様でしたということで。楽しかったね。ね、楽しかったね。
でも楽しいよ。ね。お疲れ様でした。おはようございます。2日目の朝でございます。ですね、ビアンカは、絵を描きに来ました。そして僕は、ちょっと別の場所で写真を撮りたいので、写真を撮ってから合流したいと思います。別の場所って言っても昨日のシャンブルズっていう通りなんですけど、昨日はちょっと人が多すぎたので、今日朝早く行って写真撮ろうかなって思ってます。人が全然いない。いい感じです。いい感じの撮影できました。次はちょっとパン屋さんに行きたいと思います。あったかいソーセージロール買いました。調べた感じ一番あそこが安くて美味しそうだったんであそこにしました。あ、やべ、外観撮ってねえや。後で撮ります、覚えてたら。でこれからビアンカに合流したいと思います。どんくらい進んでるか。結構ちっちゃめの紙に書いてるそうです。ビアンカが昨日ここで書くって言った場所にたどり着きました。いるかな。あ、もうピンクのが見える。見ました。書いてます。見てください。草越しでもピンクがわかる。いました。どうも。おはようございます。おはようございます。パン買ってきたの？パン買ってきた。これと？買えた。おお。美味しそうなソーセージロール。注文する系？ショーケースにあった。あ、本当。よかったね。うん。いくらぐらいだった？ 2.6 ポンドぐらい。調べた感じであそこが一番安くて。よそう、よかったじゃん。かった。どうですか？いや、いい感じで。いいね。やっぱ昨日一回下書きしてるから、うん。なんか着手しやすかった。うん。よかったね。でもこれめっちゃ間違えてるんだよ、昨日のやつ。窓ここに2つあるのに、これ1個真ん中に1個になってる。見て見て。本当だ。窓が違う。うん。それに気づきました。よかった。食べないよ。ソーセージ食べる。食べて。で、多分普通のソーセージとブラックペッパーが入ってるのどっちにするって言ってた気がする。ブラックペッパー入り。そのブラックなんちゃらが胡椒じゃなければ思惑と違うけど、胡椒かな。あ、そんな感じなんだ。ね、ソーセージでかい。ソーセージ9割。 9割ソーセージ。美味しそう。めっちゃ美味しいよ。きっと。いただきます。どうぞ。うわ、なるほど、パイキングなのか。うん、うん、めちゃくちゃうまい。マジ？どんな感じ？パイ生地すごいサクサク。合う？ソーセージは日本のソーセージって感じ？ソーセージってよりひき肉って感じ。日本のソーセージともひき肉より細かいじゃん。けどこっちはなんかひき肉って感じ。なるほどね。味付けも美味しい。この黒いの何なんだろう。わかんないや。チョコレートじゃないよね。さすがにね。どうだろう。いただきます。味はめちゃめちゃソーセージだね。黒いのなんだろう。ね、ペッパーじゃないね。味しない。俺ブラックペッパーだと思ったんだけど。
でもパイ生地との相性めちゃめちゃいい。ね、超美味しい。うん、美味しい。ありがとう。完成でございますか？完成でございます。1時間かかりました。イエーイ。じゃじゃん。いいね。いいよね。可愛いよね。それではですね、昨日話していたお茶を飲みに行きたいと思います。茶をしばきに行きます。なんかちょっとずつ人が増えてきたから並んでるのかな。ね、どうなんだろう。さっき買ったのはここです。なるほど。美味しかった。いいね。美味しかった。ということで着きました。ここはめっちゃ前からやってんだよね。ね。1919年、あれここ30何年からじゃなかったっけ。とりあえずめちゃくちゃ歴史がある紅茶屋さんです。行きましょう。来ました。紅茶です。入れていいよ。ビアンカがブレックファーストティーで、俺がなんかこのティールームティー。あっさりしてる。香りちゃんとなんか華やか。じゃあ入れてもいいよ。そっちの方が濃いね。だからミルクが合うのかね。おいしい？美味しい。確かにブレックファーストの方がちょっあっさり。とあっさり。これスコーンです。食べたことある？ない。これまあイギリスといえばっていうやつなんだけど、まず切ってね、なんか私は横半分に切ってた。でも人それぞれやり方がある。でサンドイッチ状にしてパクって手で持って食べるっていうのが、これバタークリーム？クロテッドクリームっていう、ほとんどこれでしか使わないようなクリームがあるんだけど、それで違うジャムもつけるの。ジャムもつけるの。両方つけるの。両方つけるときにどっちからつけるかっていう論争が、そういうこと。いただきます。サクサクのパンだね。スタバとかに置いてあるの食べたことない？ないか。なんかポロポロのクッキーとパンの間みたいな。そう。レーズンもかけてね、美味しい。おお。チェックアウト完了しました。紅茶をたらふく飲みました。はい。最高でした。でバッグもね、置いていっていいよって、何時でもピックアップでも大丈夫だからねっていうふうに言っていただいて、すごくいいところだった。ありがたい。ありがたい。すごくいいホテル。ね。で今から何をするかと言いますと、はい。私が13歳じゃあ12歳の時に
おじとおばと訪れたバイキングミュージアム、私ほとんど覚えてないんだけど、うん、行ったら思い出すかもしれないってことで行ってきます。行ってきます。着きました。昨日ちょっとちらっと歩いたここです。並んでます。あ、プリブッキングだって。え？プリブッキングって何？先に予約するの。ああ、まだ予約してないならそこで予約できるよ。予約制だったんだ。ー、へえ、そうなんだ。知らんかった。やるか。やるか。やっぱり予約が必要でした。みんな気をつけてください。我々はね、たまたま残り2席のところを1時半のところで予約できたんで。おお。ギリギリ。イエーイ。よかったよかった。また後で行きます。また後で戻ってきます。今とりあえず文房具を買いに行きます。えいよ。変えた？買えた。三角消しゴム。大事。最初の駅にたどり着きました。あ、歩いてるよ、ほら。すごい。ね。これも何メートルも続く城壁らしいです。書いております。どうもこんにちは。書いてあるよ。にゃん、線が恥ずかしい。あそこを書いてます。進んでますね。進んでます。結構難しいけど、なんか雰囲気はちょっとずつ捉えられてきてるかも。そうだね。雰囲気。着きました。バイキング最後のエリーク・ブラッドワックスが追放されたとすげえディズニーみたい。新しい道や教会ができ、新しい建築様式が取り入れられました。ユービックの遺跡の一部がここで発見されました。出土品を調査し、他の資料から得た知識をつなぎ合わせることによって私たちは今バイキング時代を訪れることができます。鍛冶屋のグルミが作りたてのナイフの研ぎ方を息子に教えています。木材旋盤職人ウンニーに訪ねてみましょう。彼が住んでいるのは新しい建築様式の板張りの家です。すごい。すげえ。馬だよ、馬。え？馬。ああ、足かけるところ。そう。へえ。面白い。面白い。バイキング時代のバグ。おお。バイキング時代のバグだよ。あ、細かいね。すごいね。すげえ。これどうやって作ってたの？ね。めっちゃ細かいよ。めちゃめちゃ細かいね。模様まで入ってるし。さっき話してたこれ骨を元にしたやつ。そうだね。すげえ。すげえ。戦いばっかしてるイメージだったけど職人が多いね。身につけてるものからそうかなとは思ってたけど、ちゃんと貿易もしてるし。そう、戦うより貿易するのが好きな民族だとは知らなかった。面白いね。朝いた場所に戻ってきました。そして朝と同じパン屋さんに行って別のパンを食べたんですけど、朝食べたソーセージロールの方が美味しかったです。向こうのおっちゃんが素敵な音色を奏でてくれてます。で、隣の隣に絵を描いてる女の子がいるので、後でビアンカが話しかけるそうです。やめて、口ひげが映っちゃうよ。してないよ。
Lovely. Is it okay if we film your drawing? Because is it okay? いいっていい。ステンドグラス専攻してて勉強してるんだって。すごいね。フランスの人だった。すごい。いい出会いだ。ここね描きたくなるよね。わかる。しましま。どうもお疲れ様でした。作品をね2つも作ることができてギリギリで良かったです。で、今回は旅はここで終了なのですが、お楽しみいただけたでしょうか。我々はめっちゃ楽しんだね。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。はい。かなり濃い2日間でしたね。濃かったね。濃いね。見どころ満載だったね。ねえ。でもなんかちょうどよく見られた感じ、回れた感じがする。そうだね。作品も2つ作れたし、私は大満足でございます。充実してたね。充実してた。それでは次回の大和僕らまで。バイバイ。